今日はアメリカ音楽のルーツであるカントリーのスタイルを解説していくよ。カントリーはアメリカではロックやジャズと並ぶ超メジャージャンルだけど、日本では流行したことがないからマイナージャンルになってしまっているね。どんな音楽か知らない人もいそうだから、最初にカントリーについて説明しておこうか。カントリーは古いアメリカ音楽で、シンプルで軽快な曲調が特徴的な音楽だよ。フォークソングに近い曲調と言えるかな。もちろん違う部分も多いけどね。カントリーは100年近い歴史がある一方で、現代でも流行している音楽でもある。今日は動画の前半では民族音楽としてのカントリーのスタイル、後半では現代ポップソングとしてのカントリーのスタイルを解説していくよ。それでは民族音楽の方からいこうか。カントリーは1920年頃に誕生した音楽。ただ最初はカントリーとは呼ばれずに、地域によっていろいろな名称で呼ばれていた。そのいろいろな地域のカントリー風の音楽をまとめてカントリーとしたのが1940年頃。名称が統一されたことで曲調も混ざって現代のカントリーに近い音楽になったんだ。この辺りの流れをスノのスタイルで実際に聴いてみることにしようか。名称が統一される前のカントリーの代表的なスタイルを紹介していくよ。ブルーグラスは東部地域のカントリー。東部地域のカントリーは民族的要素が強いバンジョーやフィドルのような民族楽器がメインになるカントリーだよ。ホンキートンクは西部地域のカントリー。西部地域は逆に民族的な要素が弱いよ。スティールギターやドラムのような当時の近代的な楽器を取り入れている。このブルーグラスやホンキートンクなど各地にあったカントリー風の音楽を後からカントリーという名称でまとめて音楽ジャンルとしてのカントリーが誕生した。名称統一後に流行したカントリーはナッシュビルというポップ要素の強いもの。民族音楽的要素はほぼなくなってポップソングとしてのカントリーが誕生した。それじゃこの3種類のスタイルを使ってカントリーの変化を聞いていってみようか。叫びたい心の奥
民族音楽としてのカントリーがポップソングになるまでを聞いてもらったよ。ポップソングになった後のカントリーはいろいろな変化をしていくことになる。一番有名なのはロックンロールだろうね。カントリーの変化の過程でロックが誕生した。まあロックまで触れると長くなるから、ロックンロール系統はまた別の動画でやるよ。カントリーはいろいろな音楽の影響を受けていろいろな曲調に変化していくことになる。プロカントリーはハードロックやヒップホップに影響を受けたカントリー、特にギターがハードロックの音になる。これが曲の雰囲気をかなり変えるね。それとブロカントリーは2010年代に流行したジャンルだから古さを感じないね。カウボーイポップはいろいろな意味があるんだけど、スノだと西部劇風のバラードを作るよ。哀愁が漂うようなカントリーを作りたい時に使えるスタイルかな。ダークカントリーは名前の通りダークな雰囲気の強いカントリーだよ。大抵のカントリーにある明るさが全くないかなり異質なカントリーだね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか実例を聞いてみよう。背中を押して青い空に叫びたい心の奥に隠した夢、自由な風が背中を押して私を隠した夢、自由な風が青い空に叫びたい心の奥に隠した夢、自由な風が背中を押して青い空に叫びたい心の奥に隠した夢。ポップソングとしてのカントリーの3種類のスタイルを聞いてもらったよ。民族音楽としてのカントリーは古い感じがして曲調も似ているけど、ポップソングとしてのカントリーは古い感じは弱いしいろいろな曲調がある。スノでも使いやすいスタイルだよ。試しに使ってみても面白いと思うな。それじゃまたね。